どうも、こんにちは。ものづくり太郎チャンネルのものづくり太郎でございます。本日は CAD の話をしていこうと思ってます。というのもですね、前回ライブチャットして3週間前ぐらいかな。僕の動画見てくれてる人って設計の人も結構多かったの。なので、設計者絶対 CAD 使ってるので、CAD の話をしてほしいご希望をいただきましたので、CAD の話をさせていただきたいと思います。で、本日は、ちょっとずらそうかな。こんな感じかな。設計者、志望者に送る学ぶ CAD ということで、CAD は多くの種類がありますと。じゃあどんな観点から CAD を選べばいいのか、その一助になれば幸いですと。ネットとか出ても情報出てこないんですよ。どういう観点から CAD をね、選べばいいか。使う CAD を選定すればいいのか。それがわかるような動画にしていきたいと思ってます。注意点としては、CAD 個別の仕様がありますと。そこに関しては深く触れないことを事前にご了承くださいと。いろんなね、細かい機能があるんですよ。そこは今日触れずに、こういう観点がありますよっていうお話をさせていただきます。ただ、普段ね、製造業で働いてるものの、CAD にあまり触れないというか、そういう人も多いと思うんですね。なんで、その人用向けに、そもそも CAD って何ですかっていうのをおさらいしておきたいと思います。そして、CAD を分かれば何がいいか。ほぼ世の中、すべての商品は、もう CAD を使って設計されてます。そこら辺で売ってる木材の椅子とかは違うと思うんだけど、工業用品で、こういったディスプレイも樹脂で射出成形機で作られてると思うんだけど、これも CAD があるし、中に基板とか配線があると思うんだけど、CAD で設計されてますと。もちろん、その僕が使ってるパソコンもそうだし、こういうようなグラスとかも、もちろんCAD が今はあります。手で描いてるわけじゃなくて、コンピューターグラフィックス上で、パソコン上で CAD でモデリングして、最終製品に落としていくということで、CAD っていうのは必須になってるんですね。CAD のことが分かれば、やっぱりものづくりの洞察も深くなるし、設計者と話ができるようになるんですね。というのも、なかなか設計者じゃない人は、CAD の知識を皆さん持ってないことが前提なので、その中で、CAD の知識を持ってる。こういった CAD をお使いですかみたいな話をすると、設計者の方からすれば嬉しいと思うんですね。こいつは CAD がわかるんだみたいな感じになると思います。実際ね、設計者の人もいると思うんでどうですかね。やっぱりその相手が CAD のことがわかれば、ね、少しでもね、それは親近感が湧くのか、そうじゃないのか、コメントいただけたら嬉しいです。ということで、一緒にね、ものづくりに関連がある人は、CAD の知識もここで学んでいただきたいと思います。CAD とは何ですかということで、さらっとおさらいしていきましょうと。設計を劇的に変化させたツール、ソフトウェアになってます。昔は CAD がない時代もあったんですよ。その時はどういう風にものを設計していたか。このようなドラフターと呼ばれるね、もので、手でなんと書いてたんですね。大変でしょ鮮度がね、すべて合ってるわけじゃないんで、もちろん手直しが必要です。消してたんですよ。すごいでしょ。めちゃめちゃ大変でした。でそのドラフターから CAD2D ですね。これはオート CAD を持ってきたものですけども、イメージとして、このような感じで 2D のね、図面でコンピューターグラフィックス上に描けるようになりました。パソコン上にね。すごい計算が必要だったので、今で言うと、今のパソコンとか鑑みると、そこまですごい計算じゃないんだけど、当時はすごかった。こういった CAD を動かすには、あくまでイメージなんですけど、大型のコンピューターが必要だったので、大企業しか CAD ソフトを持ち得なかったんですよね。それも進化してきまして、2D から 3D に移行してくると。2次元から3次元に移行してくるということですね。1970年代はワイヤーフレームということで、もう文字の通りワイヤーでね、線で書くと。ただ線だけなんで 3D なんですけど、奥行きがどうとか、どの面がどの面でみたいなのがわかんない。1980年代はサーフェイスということで、表面をイメージできるようになると。こうなると、これとこれを比較するとですね、こっちは奥行きがわかるんですね。サーフェイスだとこの面をね、表現できると。面の次は何かっていうと、もうここで想像できると思うんですけど、ソリッドということで、中身もね、体積ですよね。容積というんですかね。そこも表現できるようになったのが1990年代でございます。もちろんこの CAD の進化だけではなくて、コンピューターも進化していくということで、ハードウェアの進化も同時にしていく。今はワークステーション。これね、ワークステーションも結構高いんですけど、100万ぐらいかな。ハイスペックの CAD を動かそうとすると、このワークステーションももちろん100万以上のものが必要になってくるんですけど、このようなワークステーションで自宅でもその CAD を動かせるような時代になってきておりますと。こういう風に進化してきたっていうのは分かったと。CAD のメリットですよね。使うメリットをたくさんあるので、挙げていきたいと思います。なぜ CAD を使うの？なぜ手書きじゃないのか。まず1点目としては、標準化できるんですね。
要するにドラフターで書いてると個人の力量によるというか個人に依存しちゃうんだよね。例えば線の引き方とか表面処理の記号とか、それぞれ個別に特徴があったりするということでなかなか標準化が難しかったんだよね。それを CAD を使うことによって使えるコマンドっていうのはもう決まってますので、表現の仕方決まってるということで設計図のレベルを標準化できるっていうのがまず1点ですね。そして図面の整合性ですよね。もうある決まったコマンドしかできないので自分独自のものを図面に落とせないんですよね。なのである程度強制されてるので整合性が保ってるということでレビューのコースも低減できるわけ。ドラフターで書いてるとこれは A さんが書いてっていうこういう特徴があるみたいなことを認識してないとレビューするときにですね余分な思考を使わないといけないんですけど CAD を使うことによってこの整合性が保たれると。同じようなことですけどそういったメリットがあります。そして何よりもデータ上なので修正がものすごく簡単になるんですね。昔は紙に書いてたわけだからそれを修正するのってものすごく大変だったんだけど今はコンピューター上でワンクリックで修正が簡単にできると。習得コストが低いんだよね。ドラフターの時代はね A さんがあって B さんがあって C さんみんなバラバラなことを言うとどれが本当のルールかっていうのを自分でしっかり一つ一つ確かめないといけないと。 A さんはこういう B さんはこういう書き方 C さんはこういう書き方だからどれが正しいのか分かんないと。ただもうある程度そのコマンドが標準化されてますので学ばなくていいものは削り落とされたんだよね事前に。なので習得コストが低くなります。そしてもう一つ共有ができるということで PDM みたいなプロダクトデータマネジメントということでよく使うような CAD モデルは標準化されてるみたいなね。それを引っ張ってきて書かずにもうそこにポンと置けるみたいなことができたり A さんが設計したものを保存してそれを B さんが拾ってきてさらに設計をするみたいなその共有化ができるように今はなってます。ミドルレンジからハイレンジ図面上で計算が可能になってるんですね。例えば流体とか熱計算だったり重みだよね。荷重がどれだけかかってその荷重に耐えれるのかみたいなものも実はもう CAD 上で計算ができるようになってます。過去利用が可能ということで装置とか設計する場合ですね号口で言うと1号2号3号っていう1号と2号は同じなんだけど3号はちょっと変えるみたいな時にこの設計だけを変えないといけない。 ABCDE っていう集合体で E の部分だけ変えないといけないと。 ABCD の部分を流用が可能になってくるということでその E の部分だけを変えればいいということで過去に作ったものを流用ができるということでその分のコストも浮いてくると。加工の依頼コストが低減ということで昔は図面で全部手書きでしててそれをファックスで送ったりしてて加工してたんだけど今はもう 3D でですね設計したものをそのまま加工依頼できると。三隅のメビーなんかで言うと代表的なんですけど 3D から 2D に落とさずに加工依頼ができると。手書きよりもよっぽどその依頼コストが低くなってますと。ある程度ハイエンドミドルレンジっていうのは大体この CAD っていうのは決まってますのでグローバルでの活用が可能になってくるとですねいろんなメリットがあるんですね。もちろんこれ以外にもメリットはありますと。 CAD によってもそのメリット出しっていうのは変わってきますよと。でもう一つ重要なことがあって CAD の目的が実は2種類あるんですね。ものづくりは製品設計だけでは完結しないんですね。例えばこのコップは製品設計ですね。ただこれを作るためには装置が必要です。商品設計の CAD はもちろんありますと。例えばこういうねエンジン車をそのまま設計したりですとかそういうものが商品設計の CAD になりますけどもその製品を作るために装置を設計しないといけないんですね。商品よりも非常に複雑だったり部品点数が増えてきますと。この2種類どっちなのかっていうのを見極める必要があります。まずは自分がしたいのが製品設計なのかそれとも製品を作るための装置の設計をするのか設備の設計どっちなのその軸をしっかり置く必要がありますよね。まず CAD の入りとしてはその2つなんですね。次でございますと。多くは商品設計に使われているですねハイエンドの CAD を紹介させていただきたいと思います。強大な構造物ですね。例えば飛行機とか例えば F35 みたいな戦闘機なんかもそうだと思うんですけど車とかですねそれとか造船とか非常にでかいものですね船とか飛行機も実はこの CAD 一つで設計することができるようになっています。例えばキャティアですね。これはフランスの脱走システムが作っておりまして EU でも2番目に大きいようなソフトウェア会社であると。一つがキャティア V5 と呼ばれるものですね。これは業界で一番勢いがありますね。やっぱりボーイングなんかもこのキャティアの V5 で全て設計がされてたりします。現状はキャティアの V6 というものが出てきておりましてさらにですねキャティア V5 よりもシミュレーション機能が非常に向上しております。だったり CAD 上で
チャットしながらね、その図面を見ながら、チャットしながらここが違うとか、機能としてありますよと。CAD 上でチャットしながら確認できるとですね、いろんな機能がさらにバージョンアップされてますよ。さらにその互換性も今は高まってきておりますと。続いて NX ですね。出てる通り、ドイツの巨人シーメンスが扱っております。実はシーメンスなんですけど、ユニグラフィックスという会社を買収して、この NX を販売しております。多くは触れないんですけど、金型設計に強いようなイメージがあります。キャティア同様、非常に多くの大手が採用しております。最後の一つはクレオですね。これは PTC という米国ですよね。アメリカ出てこないのかっていう感じですけど、最後に出てまいりまして、買収に次ぐ買収で大きくなったような PTC がクレオを販売しております。これはフューチャーベースということで、フューチャーベースって何かっていうと、その CAD 上で面積をブーって伸ばしたいとか、そういうものをフューチャーというんですけども、そのフューチャーの機能をベースとした走りの CAD でございますと。この PTC からですね、実は一部の開発者が独立しまして、今は非常に有名なミドルレンジのソリッドワークスを開発しているんですね。スピンアウトして。ただ、このソリッドワークスは今ですね、ダストシステムの傘下にあるということでございます。ハイエンドの CAD3 個紹介させていただきまして、キャティア、NX、クレオ。ここら辺は非常に有名でございます。で、続いてミッドレンジの CAD の紹介でございます。ハイエンド CAD よりは安価であるため、例えば、工業用高校とか商業高校とか導入されてたりするんですね。ただ安価といっても1ライセンス100万くらいするんですよ。なので先ほど紹介したクレオとかはもう導入だけで1000万とか車が買えるような値段がするんですけど、ミッドレンジになると1ライセンス100万円ぐらいまでに落ちてきます。ソリッドワークスですね。これは先ほどご案内した通り、脱走システムが今販売しております。キャティア V5 と類似の機能も今は多く取り揃えております。なんといっても、中国に実は30万 ID あると言われてるんですね。30万ですよ。30万。すごいよね。鳥取ぐらいのライセンスがあると。鳥取30万人かな、ちょっと、どんくらいなんだろう。57万人でした。失礼しました。鳥取にお住まいの半分の方ぐらいですね。要するに男は全部ソリッドワークスのライセンス持ってるみたいな。アジア圏ですよね。もう世界を席巻してると言っていいと思いますけど、30万 ID もあると。ミッドレンジの走りですね。商品設計から装置設計まで行えるということで、非常に幅広く機能を充実してますし、非常に使いやすいと。そしてアジアを席巻している CAD でもあります。で、日本にもユーザーがたくさんいますね。というのも大塚商会というですね、売上高6000億円ぐらいの商社だと思いますけど、この大塚商会が日本でもうばらまいたんですね。なので、非常に日本もユーザー数が多いと。シェアとしては30% ぐらいはいってるんじゃないかなと思います。そして iCAD でございます。これは日本が誇るですね、富士通が開発しておりまして、なんといっても売る文句はですね、100万点を 0.2 秒で処理すると。設計思想が全く違うんですね。ソリッドワークスだと設計された歴史みたいなものを一つの部品とっても確認することができるんですね。iCAD っていうのは、そこに物があるだけみたいなイメージですね。過去どういう加工をしたかとか、どういうフューチャーを作ったかみたいなものですね。歴史で取っていけるんですけど、iCAD はそこに加工したものがあるだけみたいな、そういうイメージなんですね。ただこの iCAD ですね、日本の生産技術を支えている CAD でございまして、やっぱり生産技術力っていうのは日本が世界で僕もナンバーワンだと思ってるんですね。その生産技術力をこの iCAD は支えていると。例えば大手だと自動化されてますので、そういった自動化するっていうことであれば非常に部品点数が多くなる。なのでそういった大手でよく使われているようなイメージがありますと。レッツノートでも稼働するほど軽いと。非常に軽い。昔僕が自分のね、レッツノートに iCAD を入れてたんですけど、レッツノートでもこの iCAD は起動しております。長大な自動化設備でも任せるということで、100万点を 0.2 秒で処理してくれるので、非常にサクサク動きますと。最後はオートデスクのインベンターと。3DCG 市場では寡占状態なんですね。メインの 3DCG 市場も抑えております。世間を席巻した 2DCAD のオート CAD の生まれ変わり。日本でもシェアとしては 20% ぐらいあるんですけど、やっぱり設計においてはあんまりやる気ないんじゃないかなっていう感じがしますよね。展示会行ってもあんまり元気がないんですね。iCAD とか SolidWorks はもういつもどんな展示会行っても出してるようなイメージがあります。特に SolidWorks ですね。もう非常に資金も潤沢なんでしょうっていう感じですけど、インベンターはですね、あんまりその展示会に出てきてないようなイメージがありますと。それなりにシェアはありますけど、20% ですが、シェアとしてはやっぱりこの iCAD だったり SolidWorks に設備系は奪われているようなイメージがありますと。以上がハイエンド CAD ですね。ミッドレンジ CAD の紹介でございました。ここだけ聞いても、じゃあどういう観点で CAD を選べばいいかって、まだわかんないと思うんですね。実は、その CAD のピラミッドというものがあります。今説明した性能や特性だけではない重要な観点が実はあるんですね。CAD は最終製品組み立て会社に追従する傾向が非常に強いんですね。
どういうことかというと、こんな絵があります。トヨタとかホンダとか自動車のメーカー組み立て屋があります。その下にモジュールを作るですね、デンソーアイシンティア1という一次下請けがございます。その下にさらにティア2ということで、そのモジュールの一部分みたいな感じですけど、ティア2がいる、ティア3、ティア4っていうことになってきますけども、トヨタだけでこのティア2でですね、日本だけで3万社あると言われてます。すごいよね。で、すべてのメーカーはもちろん CAD を使うわけではないんですけど、この自動車メーカーが使う CAD はですね、このティア1が使うような傾向があると。そして、ティア1が使う CAD は、ティア2が使うような傾向、あくまで傾向ですね。そういう傾向が強いと。この傾向は設備、そして製品両方に同じ傾向があると思います。というのも、製品とか設備のデータを共有しやすいんですね。同じ CAD を使ってると。やっぱり同じように表示できます。もちろんパラソリッドとかステップみたいな中間ファイルはあるんですけど、キャティアならキャティアのデータみたいな感じで、受け渡しが非常にスムーズなんですね。なので、CAD を追従せざるを得ないような状況があるので、ここの連鎖っていうのは切っても切れないですね。ということで、大手が使う CAD ソフトを見極める必要があるんですね。もう大体イメージができたと思います。ビッグユーザーが存在するので、その最終組み立て屋ですね。トヨタとかホンダがどういった CAD を使ってるのか分かれば、こういう CAD 学んどいた方がいいなっていうのを自分に落とし込めると思います。ということで、利用 CAD 情報を大公開と。それだけだと、そんなことはもう分かってるよっていう方はいらっしゃると思いますが、僕が持ち得る情報をですね、特別共有させていただきたいと思います。ということで、大手が使う CAD はこれだということなんですが、注意点としては、事業部で異なる場合がありますと。ね。金型部門はここだけど、ボディはこの CAD みたいなことがあったりするので、そこはしっかり確かめてください。今回、情報を公開するのは、ハイエンドの CAD ね、3つあるって言ったんですけど、そこを公開させていただきたいと思います。で、キャティアはトヨタ、ホンダ、そして三菱モーターですとか、スバルとか、その他ということで、三菱重工の MHI の造船部門がこのキャティアを使ってたりしますと。そして NX、日産、スズキ、デンソー、マツダ。あくまで傾向なので、ちょっと部門が違うと違う CAD の場合もあるんですけど、メインはこの CAD だと思います。で、その他にも NX は結構大手が使ってます。イシズ GM、アップルなんかも NX ですね。で、キヤノン、パナソニック、ダイソン等ですね。このハイエンドの NX を使っております。そしてクレオですね。これはソニーとか、シャープとか、小松重機メーカーですね。世界第2位ですけど。昨年度ぐらいまではこんなような傾向だと思いますが、注意点としては、営業力だったり、トヨタがね、キャティアをもう使わなくなるなんてことはあんまりないと思うんですけど、営業力だったり、政治力で、勢力図が動いている場合がありますので、必ずこの CAD を使ってるわけではないので、鵜呑みにしないでください。おそらく使ってるだろうということでございますと。ハイエンド CAD ですね。3つのハイエンド CAD はこういう傾向ですけど、ミドルレンジのソリッドワークスだって iCAD はどうなのかということで、ここはね、非常にいろんなところが使ってるんで、企業名を挙げれませんと。設備設計と商品設計に分けて2軸でお話をさせていただきたいと思います。設備設計なら、ソリッドワークスだったり iCAD でいいと思います。ユーザー数はソリッドワークスの方が若干多いですね。10% ぐらい多いですが、独立したいなら iCAD を選択した方がいいと思いますと。いうことで、やっぱり iCAD は複雑な装置設計に向いてるんですね。なので、独立して自分自身でその設計に対して付加価値をつけて、設備屋として俺は食ってくんだみたいな。設計屋として俺は食ってくみたいな。それで1000万、2000万稼ぐっていうことであれば、iCAD の方がいいと思いますと。というのも、長大な設備設計に非常に向いているので、iCAD の方がいいかなという感じです。さらに、トヨタ系は、トヨタ系ラムという iCAD をベースにした CAD を扱ってますので、東海3県で働くなら、設備設計それでやりたいということであれば iCAD の方が無難だと思いますと。そして部品点数が少ない製品設計ですね。であれば、ソリッドワークス、大手もね、結構ソリッドワークスで、最終製品設計してるところがあったりするので、家電なんか、そういった部品点数が少ない、車とか飛行機なんかと比べて部品点数が少ないものであれば、ソリッドワークスで十分なので、ソリッドワークスでいいと思いますと。一概に言えないんですけど、家電や一部の自動車部品などでも利用されておりますので、その非常に広いですよね。ソリッドワークスやってましたっていうことであれば、じゃあキャティアもいけるかもしれないな、採用みたいな感じになると思います。あくまで例なんで、それを鵜呑みにしないでください。CAE 解析ということで、ミドルレンジの CAD なんですけど、シミュレーションが実はできるんですね。荷重計算とか。上位システムにしかないものも一部、そのソリッドワークスに取り込まれているので、非常に汎用性はひどいですよね。
だからソリッドワークス学んでおけばグローバルでも活躍できるし、いいのかな。ただ、あくまでどういう傾向があるかっていうことでございまして、例えばキャティア使わないといけないっていうわけではないです。CAD が違うからといって全て違うわけではないので、やっぱり設計としてのノウハウは身につくので、それに固執するような必要はないんじゃないかなと思います。ということで、学ぶべき CAD を見極める動画として作成、いたしました。以上でございます。お疲れ様でございます。自分がどういう方向性でいくのか。まず製品設計なのか、設備設計なのか。そして製品設計であればどういった大手で働きたいのか。設備設計なら独立したいのか。それとも最終的に製品設計いけるようにソリッドワークスをやっておくのかとかですね、いろいろイメージしやすくなったと思いますと。皆さんの一助になれば幸いでございますと。設計者の方見ていらっしゃると思いますので、皆さんどんな CAD をよくご利用でございますでしょうか。ぜひね、コメントで教えていただきたいと思いますと。ということで次回ですね、引き続き展示会の解説、IoT ブースに行ってきて、IoT に関しては、まだ説明しておりませんので、そちらの案内をさせていただきたいと思いますと。こんな感じでね、ものづくりに関連するようなトピックをいつも発信しております。ものづくりに関連がある人、ものづくりが好きな人、そしてものづくり太郎に興味持った人は、ぜひね、チャンネル登録いただいて応援をしていただきたいと思いますし、一つでもいいものがあればですね、いいね、刺激になった方はですね、いいねボタンを押していただけると、僕のモチベーションになりますので、よろしくお願いします。ということで、本日いかがでしょうか。以上となります。ありがとうございました。では、次の動画で会いましょう。じゃあね。